イタリアでムッソリーニが力を伸ばしている頃、ドイツのバイマール連合は国民の支持を得る明確な方針が打ち出せず、国内の政治は不安定な状態になっていました。その不安定さを一層大きくしたものが賠償金問題です。天文学的な金額の賠償金を課せられたドイツも、最初の方は賠償金を支払うことで誠意を見せようと考えて支払いを行っていましたが、すぐにお金が足りなくなり、支払いが滞るようになります。こうしてドイツは賠償金の支払いを延期してほしい、支払いが不可能だから免除してほしいと要請するようになりました。これを見たイギリスはドイツに対して同情を寄せるようになりますが、フランスは違いました。賠償金の支払いが滞ったことに起こったフランスは、ベルギーを誘ってドイツの工業地帯であるルール地方へと進軍し、そこを占領します。賠償金を払わないなら現物を取り立てると考えて、実力で賠償させようとしたのです。しかし、そのようなやり方にはドイツも怒ります。ドイツ政府はルール地方の全公務員にストライキを起こせと呼びかけて業務を停止、占領に対してストライキで抵抗し、占領しても意味がないぞということを示しました。ところが、ストライキ中の労働者に対しても給料を支払わなければいけません。ということで政府は紙幣を新しくすることで給料を支払っていき、なんとかこの状況を乗り切ろうとしていきますが、世に出回る紙幣の量が増えると、みんながお金を持っている状況になり、その価値が下がって物の値段が上がります。その結果、すでに起きていたインフレに拍車をかけ、ドイツでは札束が子供のおもちゃになるほどの狂気的なハイパーインフレに悩まされるようになっていったのです。このインフレによって多くの中小企業が倒産、国民が貯金していたお金は紙くず同然となり、ドイツの経済は完全に破壊されてしまいました。このような状況だったので、ドイツ政府はもはやドイツに支払い能力はない、ドイツの支払い能力を査定する中立な機関を設立してくれと求めます。これを受けてイギリスは、ルール地方の占領はベルサイユ条約違反だ、今の賠償プランは過酷すぎる、中立的な査定機関を設立しようと主張しましたが、それでもフランスは、ドイツの混乱は全て今までの愚かな行動が原因だと主張して、賠償金の減額には一切応じない姿勢を取りました。そのようなフランスの強硬姿勢によって、ついにドイツはストライキでの抵抗を諦めて、ルール地方で行っていたストライキを停止してしまいました。こうなると収まらないのはドイツ国民です。やっぱり政府は無能だ、今の政府は信用ならない、そのような空気が強まっていきます。この空気を利用したのがヒトラーでした。この頃のヒトラーはベルリンに突撃隊を行進させ、武力によって政治の実権を奪うことを計画していたので、国民が政府に不満を持っているこの状況は計画実行にもってこいの状況だったのです。しかしこの計画には一つ問題がありました。ヒトラーはベルリンに進軍して政治の実権を握り、ドイツを一つにまとめ上げようと考えていましたが、ヒトラーがいるドイツの南部では、今の政府にはついていけない、我々はドイツから独立しようと考える政治家たちが力を持っていたのです。このままではドイツが一つになるどころか二つに分裂してしまいます。これはまずい。そう考えたヒトラーは、まず最初に南部の中心都市ミュンヘンで革命を起こし、南部の政治家たちを武力によって脅して言うことを聞かせ、新しい政府を樹立する。その後でベルリンへと進軍して、武力で社会主義者たちの政府を倒し、政治の実権を奪い、ドイツを一つにしようと考えました。こうしてついにヒトラーは武力放棄、ミュンヘン一揆の始まりです。まず最初にヒトラーは南部で力を持っている政治家たちを説得し、新政府設立に賛成させようとしていきます。ということでヒトラーは軍を率いて、彼らが演説を行っているビアホールへと突入。天井に向けてピストルを一発ぶっ放し、国民革命が開始された、抵抗する者は撃つと宣言。3人の政治家を閉じ込めてしまいました。こうして部屋に入ったヒトラーは銃をちらつかせながらこう話し始めます。この銃には弾が4発入っている。3つはあなたたちが言うことを聞かなかった時用だ。そしてもう1つは自分用だ。君たちには新政府で働いてもらう。ぜひ協力してほしい。そう言ってヒトラーはホールに戻っていき、聴衆たちに対し、今回の行動は軍や警察を標的にしたものではない。
ベルリンのユダヤ人や社会主義者による政府を標的にしたものだ。先ほどの3人も新政府で働いてもらう、ここに国民革命が始まったのだと演説。そこにあらかじめ話をつけておいた第一次世界大戦の英雄であるルーデンドルフや先ほどの政治家たちが登場。拍手喝采の中登場した彼らは後にも引けず、ヒトラーに同意したことを認め握手を交わします。ここまではヒトラーの思い通りの展開です。しかしそう簡単にいくわけがありませんでした。当然警察には通報が入っており、各地で問題が発生。それらをヒトラー自ら解決しに行きますが、その隙に3人が逃げてしまいます。こうして計画は崩壊し、3人が逃げたことを知ったヒトラーは、大義のために戦って死ぬつもりだと演説。武装してビアホールを出発し、デモ行進を開始します。ところがミュンヘンの中心部まで進んだヒトラーは、待ち構えていた警察部隊に遭遇。現場は銃撃戦の大混乱となり、警察官は4人が殉職、ナチ党側では14人が死亡という結果となりました。肝心のヒトラーは肩を脱臼するような怪我を負いながら逃亡に成功したものの、後に逮捕されてしまいます。こうしてヒトラーによるミュンヘン一揆を鎮圧することに成功したものの、ドイツの経済危機は依然として大変な状況でした。ところがヒトラーが逮捕された頃に政府は通貨改革を行ったため、間もなく貨幣は安定。しかもインフレに苦しむドイツと、それに同情的なイギリス、そして強硬姿勢を崩さないフランスを見て、ついにアメリカが介入を始めます。アメリカの専門家を賠償委員会に参加させると表明したのです。これはドイツが要請していたドイツの支払い能力を査定する中立な機関の設立でした。さすがのフランスもアメリカが動き始めたとなると引き下がるしかありません。ついに賠償問題へのアメリカの介入が認められました。こうしてドイツの賠償問題については、アメリカの財政課がドイツの賠償金の総額はそのままにする。しかし5年間は支払いの一部を延期する。その間にドイツ経済を立て直させて、また5年後に支払わせていくと提案します。この案が各国によって同意されたため、ドイツはアメリカから9億金マルクを借り入れることに成功。このお金をもとにドイツは経済を立て直し始め、ようやくインフレが収束へと向かっていきました。一方、ミュンヘン一揆に失敗したヒトラーは、国家反逆罪で禁錮5年の刑を言い渡され、刑務所に入れられることになりました。さらに国家転覆を計画したナチ党やそれに関係する軍隊や新聞は禁止となり、ナチ党の活動はドイツ全土で禁止されることになったのです。